今の日本は嘘にまみれてる。俺たちは嘘に取り囲まれている。だから疑うことが必要だ。すべてを疑って真実を見出さなければ。俺たちは自由を失う。田原が言った。田原の声は小さかった。一体、どうすれば。川上が言った。戦うしかないさ。戦うのか。と、田原。川上が言った。田原さん、あんたは。どこかで泣いている人間がいると。放ってはおけない。しかし泣いている人間を助けようとすれば。あんた自身が戦わなくちゃならない。そして泣いている人間は、一人や二人じゃない。だからあんたは戦い続けるしかない。それがあんたの人生さ。川上さん、確かにあんたの言う通りだ。俺はいつも戦ってる。でも、戦っても戦っても、光が見えないんだ。まるで。どこまで続いているのかもわからない。暗闇の中をさまよっているようだ。川上が言った。150年前、この日本を支配していた。江戸幕府が終わって、新政府が作られた。時代が、江戸時代から明治時代に移った。だが結局、明治の新政府は、失敗作だった。それまで日本を支配していた。江戸幕府が手放した利権を、悪党どもが奪い合い始めたからだ。そして、悪党どもが奪い合った利権の中には、当然、庶民の人権も含まれた。そして激しい格差社会が生まれた。明治時代から昭和初期。太平洋戦争で、日本がアメリカに敗戦するまで、75年間、その激しい格差社会は続いた。しかしもともとは、明治の新政府は、悪党どもが、庶民の人権を搾取するために、作られたものじゃない。明治の新政府は、もともとは、アメリカの民主主義。日本でいう市民平等を目指して、作られたものだった。江戸時代末期。ヨーロッパに蒸気船が登場する。そして、その蒸気船に、大砲を積んだ軍艦は、当時、世界最強の兵器だった。
しかし軍艦を持っていたのは、ヨーロッパの兵隊だけじゃない。ヨーロッパの商人たちも軍艦を持っていた。そして、軍艦を持った。ヨーロッパの商人たちは中国にやってきて、貿易を始めた。ヨーロッパの商人たちは、軍艦という軍事力と、経済の知識を後ろ盾にして、中国人よりずっと有利な立場で、取引をした。つまりそれは、ヨーロッパ人による、中国人に対する搾取だった。そしてその情報は、日本にも届いていた。日本人は、いつか日本にも来るかもしれない。軍艦を持ったヨーロッパの商人たちを恐れていた。しかし軍艦を持ったヨーロッパの商人たちが日本に現れる前に、日本にやってきたのはアメリカのマシュー・ペリー率いる米国海軍艦隊だった。ペリーは中国に現れた。軍艦を持ったヨーロッパの商人たちとは違う。ペリーはアメリカ合衆国を代表するれっきとした使節団だった。そしてその目的は、アメリカと日本の友好だ。当時、ヨーロッパと同じように、蒸気船を手に入れていたアメリカは、太平洋を越えることができるようになった。そして、太平洋を越えた先にあったのが、日本だった。つまり、太平洋を越えることができるようになったアメリカにとって、日本はお隣さんだったわけだ。日本と友好関係を作って、アメリカの蒸気船が日本近海でトラブルに見舞われた場合、日本に助けてほしい。それがアメリカの目的だ。そのために、日本とアメリカの間で結ばれたのが、日米和親条約だ。だがこの日米和親条約については、現代の日本では、未だに誤解がある。日本では、この条約を未だに、不平等条約と思いたがる連中がいるが、でたらめだ。真実は日米和親条約により、日本は中国を荒らし回っていた。ヨーロッパの商人たちから守られている。まず日米和親条約の最恵国待遇の意味を日本人は誤解している。最恵国待遇というのは、アメリカを世界で最も優遇するということではない。
最恵国待遇というのは、日本は他国に対して、これ以上の優遇はできない、という意味だ。だから、他のヨーロッパ諸国と、日本が同じ条約を結べば、軍艦を持ったヨーロッパの商人たちは、日本から搾取ができなくなる。搾取をすれば、条約違反になるからな。そして、もし、ヨーロッパが条約違反をした場合、アメリカは自分たちが間に入って、話をつけるとまで言ったのさ。ペリーは日本が、中国を荒らし回っている。軍艦を持ったヨーロッパの商人たちを、恐れていることを知っていた。最恵国待遇というのは、それを解決するための、ペリーのアイディアだったんだ。そしてその次が、井伊直弼と、アメリカのハリスの間で結ばれた、日米修好通商条約だ。関税の問題で、不平等と言いたがる奴がいるが、別にアメリカは、日本と貿易がしたかったわけではない。開国した日本で、アメリカと日本の交流が盛んになれば、アメリカ人と日本人の間の物の売り買いにもっと詳細なルールが必要になる。そのルールが日米修好通商条約だったというだけだ。しかし交渉に臨んだ日本側代表は経済のことなど全く知らない。日本の武士階級だ。経済のことなど全く知らない武士階級が金銭のやり取りの交渉などしたらどんな行き違いが起こるかわからないのさ。そして条約の中には行き違いがあった場合、いつでも両国が話し合って修正することが取り決められている。実際には日米和親条約も日米修好通商条約もとても不平等と言えるようなものじゃないのさ。そして日米修好通商条約締結後、日本の江戸幕府はアメリカから軍艦を持ったヨーロッパの商人以上の兵器、銃、大砲、軍艦、いわゆる軍事力をアメリカから購入することができるようになる。ペリーが日本に来航したとき、ペリーは日本にお土産を持参した。電信機や汽車の模型、時計、望遠鏡、鉄砲、サーベル、羅針盤、農機具。
この時、1km ほどの電線を引いて、電信機のデモンストレーションも行われた。またペリーはレールを敷いて、模型の蒸気機関車を走らせたりもした。それらは当時の世界で最先端の技術だった。ペリーの航海日誌によると、日本人は好奇心旺盛な民族だったそうだ。その贈り物には、ペリーのメッセージが込められている。世界は動いている。今、中国を荒らし回っている。軍艦を持ったヨーロッパの商人たちを見てもわかるように、その世界の動きからは、たとえ日本が鎖国していても、日本は無縁ではいられない。もし日本が鎖国をやめて開国するのなら、今がその時だ。そして日本は、民主主義を目指すことになったのさ。明治の新政府は、公論の尊重と市民平等を二大方針として作られた。公論の尊重と市民平等。これは当時の日本流に言うところの民主主義のことだ。日本が民主主義を目指すためには、江戸幕府を終わらせて、民主主義に基づいた新しい国家権力を作る必要があった。それが明治の新政府だ。しかし徳川幕府を終わらせて、明治の新政府が作られたとき、新政府を作るために命を懸けた多くの若い優秀な頭脳が失われていた。徳川慶喜や勝海舟は旧江戸幕府側ということで、新政府からは遠ざけられた。土佐の坂本龍馬は暗殺され、この時に坂本龍馬と一緒にいた中岡慎太郎も深手を負い、その傷が原因で亡くなった。長州の高杉晋作も力尽きて、肺結核を患い、1867年に亡くなっている。そして、幕末、徳川慶喜の命令を受け、日本の開国論者を守ろうとした。新選組も、幕府側として新政府と戦うことになり、皆、命を落とした。そして、新政府に残っていた。薩摩の西郷隆盛や、土佐の板垣退助は気づくことになる。自分たちの後ろについてきた
心がまっすぐだったはずの若者たちは、いつの間にか、徳川幕府が残した利権に目がくらんだ。悪党どもに成り下がっていた。そしてやがて、西郷隆盛と板垣退助も、新政府から離れることになる。新政府から離れた。西郷隆盛と板垣退助は見たはずだ。権力者が利権を奪い合えば、庶民がどんな目に遭わされるのか。当時の日本の庶民は皆、貧困に突き落とされ、あえいでいた。やがて西郷隆盛は反乱軍を組織して、新政府に立ち向かう。そして命を落とす。板垣退助は、自由民権運動を立ち上げて、新政府に、公論の尊重と市民平等を要求した。公論の尊重と市民平等は、もともと新政府の二大方針のはずだった。そして、新政府は、公論の尊重については受け入れた。国会が開設され、選挙も行われることになった。しかし新政府は、市民平等の平等については、受け入れなかった。平等がなければ、民主主義にはならない。当時の日本の有権者は、国民全体の 10% から 20% と言われているが、実際のところはわからない。10% にも満たなかったかもしれない。川上が言った。自由はいつも、日本人から遠いところにあった。でも大勢の日本のご先祖が、その自由を求めて戦ってきたんだ。だから、俺たちだってきっと、まだ戦える。確かに日本人は、80年間戦えなかった。でもそれなら、今から戦えばいい。簡単なことなのさ。利権というのは税金の利益誘導による。政治、官僚、財界の結びつきのことだ。政治、官僚、財界のどれか一つを潰せば、残りの二つも同時に潰せる。狙うなら政治だ。国会議事堂にいる世襲議員、族議員、裏金議員を全員、国会議事堂から締め出してしまえばいいのさ。そうすれば、税金の利益誘導はできなくなる。利益誘導を受けられなくなった。競争力など持たない大手企業は、潰れるしかなくなる。そうなれば、大手企業に天下った。役立たずの天下り官僚も、
全員お払い箱だ。日本の利権は叩き潰せる。日本の主権者は俺たち庶民で、国会議員を決める権利は、俺たち日本の主権者1億人が、持っている。日本の主権者1億人が、その気になれば、日本の利権は潰せる。川上はそう言った。でもどうやって1億人の主権者にそれを伝えると田原が言った。川上の表情は渋くなった。そうだな、そこが問題だ。と川上は言った。再生リスト17に続きます。